はい、こんにちは。愛知県豊橋市靴修理ラジアンの杉浦です。今回ご紹介する修理はこちらですね。エンジニアブーツ。ゲッタグリップというメーカーのエンジニアブーツになりますね。懐かしいんですよね。ゲッタグリップってめっちゃ懐かしくて、もちろん今でもあるメーカーですよね。多分ありますよね。僕はアラフォーなんですけど、僕が多分10代後半ぐらいか20代前半ぐらいの時に結構確か流行ってたんですよね、このメーカー。多分その時にはエンジニアブーツも多分売ってたんですけど、ドクターマーチンの8ホールみたいなブーツが多分その当時結構売れてたんじゃないかなと思って、その当時あった今はもうないんですけど、ゲットオンとかブーンとかいう雑誌に結構いろいろ出てたような記憶があります。修理の内容なんですけども、靴底がこんな感じでパックリ割れちゃってます。なので、ちょっと履けない状態なので、靴底の交換修理でお預かりしました。ソールの種類は、当店のお任せでっていうことで承りました。リッドウィングとかチペアとか、あとウエスコかなあたりのエンジニアブーツなんかと比べると見る機会も少ないんですけど、こうやってパッと見た時のフォルムはね、結構かっこいいんですよね。割と悪くないんですよね。で、製法もちゃんとグッドイヤーベルトだし、靴底さえちょっとね、靴底がバランス悪いんですよね。ここの積み上げのところがなんか変な色のプラスチックパーツ使ってあったり、今回ソール交換でここから下さえちょっと作り変えてあげればめちゃくちゃかっこよくなるんじゃないかなって今からちょっと楽しみにしてます。はい、それではゲッタグリップのエンジニアブーツの修理の様子をご覧ください。はい、ではゲッタグリップのソールが割れてしまった靴底を取り外していきますね。まずはヒールから外していきます。ヒールベースを外していきますね。はい、こんな感じでヒールベースも外れました。靴の内側から外側に対して釘が打ち付けられているので、釘を抜いていきます。手の先が見えないのでこれがなかなか抜くのが大変なんですよね。こんな感じで抜けました。はい、ではソールを剥がしていきたいと思います。では続いてミッドソールも剥がしていきますね。はい、こんな感じでソールが取り外せました。この後糸を除去して、こちらのですね、中物に使われている黒いスポンジですね、これね、こちらを取り外してコルクを代わりに入れてあげて、あとはこちらですね、鉢巻きって言われる部品なんですけど、これはちょっとウェルトとはね違う部品なんですけど、こちらが今プラスチックベース製のものを使ってるんですけど、このプラスチック製のものを革製のものに交換して新しいソールを貼り付けていきたいと思います。靴の内部ですね、こちらちょっとチェックしてほしいのがここですね。ちょっと今亀裂見えますかね、ここなんですけど、靴が歩くとき曲がる部分ですね、こちらの方にちょっと亀裂が入っています。ある一定以上の価格帯の高級靴だとですね、この紙の中底って言われる部分なんですけれども、こちらの方も革製のものが使ってあるんですけれども、紙っぽいですね、素材のもの、厚紙のような素材なんですけれども、それが中底に使ってあるんですよね。新品のうちはね、別に問題なく履けるんですけれども、やっぱり革と違って耐久性が違うので、
ある程度履き込むとこうやって劣化して亀裂が入ってきてしまいますね。ここに亀裂が入ったとしてもすぐにバラバラになってしまうようなことはないんですけれども、やっぱりこの先長く続けるためにはちょっと補修なり交換なりが必要になってきますね。もちろん本来であれば、こうやってソール交換するときにですね、バラした状態で交換するのが一番ベストなんですけれども、グッドイヤーウェルト製法で中底を交換するためにはですね、ここのウェルトという部品を取り外して、交換するわけですけれども、そうすると、通常のソール交換費用の2倍弱ぐらい費用がかかってしまうんですね。意外とこの交換って簡単じゃなくて、お客様それぞれなんですけれども、そうなるとやっぱりじゃあもうこの靴自体諦めるよってなっちゃいしまうので、今回はですねこういう革製のものをこの中底に裏張りしてあげてですね、この亀裂のところを補強するような形で修理させていただきます。中底を裏から補強したら、コルクを入れて新しいソールをつけていきたいと思います。先ほど、中底の補強をしてシャンクを取り付けて鉢巻きと言われるパーツを取り付けています。上から見るとこんな感じで、では練りコルクを、取り付けていきたいと思います。この後レザー製のミッドソールを取り付けて、今回使うソールはビブラムの430というソールですね。こちらを取り付けていきたいと思います。はい、ではまずミッドソール貼っていきますね。はい、では次にアウトソール貼っていきますね。はい、こんな感じでミッドソールとアウトソールの取り付けが完了しました。では次にグラインダーを使ってですね、このボコボコしている表面を靴の形状に削り、きれいに削っていきたいと思います。ではグラインダーで削っていきますね。ソールも縫い上がってこんな状態に今なってます。ではヒールを取り付けていきたいと思います。ヒールの取り付けなんですけれども、通常の靴だったらばここのかかとのサイズとだいたい同じぐらいのトップリフトのサイズ使うんですけれども、エンジニアブーツはちょっと普通の靴と違ってカーブを描くように作るんですよね。削り込んでカーブを描くように作るので、実際かかとより一回りも二回りもこんな感じで小さいトップリフトを使っておきます。削り込んだ時にね、ちょうどいいこのサイズに収まるぐらいな感じのイメージで削り込んで作っていきます。ではヒールの作成していきますね。まず土台となる積み上げブロックを取り付けていきます。はい、ではこんな感じでトップリフトが取り付けできました。今からここを削り込んでいきますね。削り込むとこんなような感じになります。細かい仕上げはペーパーヤスリで仕上げていきます。コバにインクで色をつけます。
最後の仕上げは毛のバフ、毛バフでバフがけしていきます。はい、ではソールの交換終了したので、仕上げにブーツをメンテナンスしてあげてお渡しの準備をしたいと思います。では馬毛のブラシで表面のホコリ落としをしていきますね。エンジニアブーツとかだと結構このベルトの裏とか結構ホコリ溜まってたりするんですよね。たまにでも取ってあげてホコリ落としてあげるといいと思います。では表面の汚れをクリーナーを使って、落としていきたいと思います。このクリーナーで汚れ落としが完了したら、いつもなら靴クリームで塗ってあげましょうっていうところですよね。今回ねちょっと迷ってるんですよね。何を迷ってるかっていうと、エンジニアブーツの黒のアッパーがちょっとねだいぶ履き込んでるせいもあって、ちょっと緑っぽく黄色っぽいところどころ黄色っぽいような緑っぽいような感じになってるんですよね。黒の色が退色しちゃって、これぐらいな感じだったら黒い靴クリーム使ってあげれば、綺麗に黒色が出るかなっていうところなんですけど、じゃあ黒い靴クリームで塗ってあげればいいじゃんって思うでしょ。ワークブーツの好きな方ってこの色があせた現状が好きな人って結構いるんですよね。なのでそういう方に色をきれいに入れちゃうと、なんだよこれ綺麗になっちゃったじゃんっていうお客さんがね、たまにいらっしゃるんですよ。もちろんそんなの綺麗になりますよ。ダメなのって思いますよね。もうこれ完全に個人の好みなので、染料を使ってしっかり色を定着させたわけじゃないんで、黒い靴クリームで例えば黒く塗ったところで、履いてるうちにまた元の感じには戻ってしまうんですけど、受け取った時の印象がね、うわー綺麗になっちゃったとかって、良かれと思って綺麗にしたのにうわー綺麗になっちゃったよって言われるとね、余計なことしちゃったなってなっちゃうんで、ドレスシューズとかだとあんまりそういうことはないんですけど、ワークブーツだとまれにやっぱりそういう感じ、僕自身もそのワークブーツのある程度ね色があせた感じとか傷がついてる状態の感じはかっこいいと思うので、そのままでもいいかなっていう時も基本的には無色のクリームで、特に言われない、特にお客さんから要望ない時は無色で仕上げるようにしてます。今回無色の靴クリームを塗っていきたいと思います。では豚毛のブラシでマッサージするようにブラッシングしていきますね。靴磨きも終わって、ソール交換の完了したゲッタグリップエンジニアブーツをご覧ください。多分ゲッターグリップのエンジニアブーツいくらぐらいするのかな。2万円ぐらい、3万円、おそらくレッドウィングよりはしないで、実際バラしてみるとレッドウィングと同じグッドイヤーウェルト製法だったし、革の質なんかも別にそんなに悪くない感じだし、ブーツのフォルムも悪くないし、これなかなかコストパフォーマンス高いんじゃないかなと思いました。ただ多分今新品で発売されているゲッターグリップはまた作りがちょっと違うんじゃないかなと思います。パックリ言われてたソールも綺麗に直ったことだし、女性のバイカーのお客様からの依頼だったんですけれども、バイクに乗るときこのブーツをガンガン履いて、くれればなと思います。はい、それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた、これからもいろんな靴の修理や
カスタム、ソールカスタムだったり靴磨きの様子だったりを動画で配信したいと思います。本日の関連おすすめ動画はこちらになります。チャンネル登録はこちらになります。チャンネル登録よろしくお願いします。